皆さんこんにちは。今日もスペシャル対談のお時間です。今日のスペシャルゲストは寺門ジモンさんです。ネイチャージモンです。なんすかこれ、なんすかこれ。ライト。ライト。なんでライト持ってこないの？あ、ライト基本なんですか？持ってないと。人間は行動できなくなったら終わりじゃないですか。はい、なんかの時に目で確認できなくなったら音でしかないから、はい、生存率が下がるので、はい、必ずライトは持っている。常に持ち歩いてるんですか？常に。頭につけるヘッドランプと、ちょっと強めのこの光らせるライトは常に持ってます。はあ、実際役立ったことはないです。平和ってことなんですかね。はい。今日はありがとうございます。いや、ありがとうございます。今日なんでこのね、二人が対談してるのかって多分不思議に思ってる人多いんじゃないですか。ね、呼んでくれてナイスネイチャーって言うんですよ。本当に俺、ナイスネイチャー。正直、ジモンさんの今、LINE スタンプ、一番使ってます。ありがとうございます。ラジャーって毎回使ってます。ラジャーっつってね。僕はこんなとこに出るきっかけっていうのは、やるすぎ工事ですよ。中で東野くんが、ネイチャーやんかって俺のことを言ってくれたわけ。ネイチャージモンって名前は東野工事がつけてくれた。それは僕が自然の答えを大事にするから、山にサバイバルしたり、ずっと山ごもりしたり、また生まれた時から何十年ずっと山に住んでたんですよ。そうですよ。なんか見たら、もっと2歳ぐらいの頃から山の頂上に家があったみたいな。すべて山で生活、地球の言葉が僕の言葉。だから人間は人間の脳で考えて判断するけど、僕は地球の言葉で判断するってことでちょっとうざいやつなんですよ。だから俺世の中の矛盾、新聞に書いてあるほとんどがあっと思いますから。あ、思いますね。書いてることが人間が書いてること本当なのっていう地球の動きってどうなの？だから僕はちょっと今日は直樹さん初めに言いますけど、都市伝説クラッシャーです。僕は都市伝説を信じてます。だから、都市伝説が僕の主流なんですよ。だけど世の中にある都市伝説のほとんどが危険です。僕は思ってます。そんなことを軽々しく言ってはいけないっていう。でも僕も都市伝説を突き詰めると答えがネイチャーにたどり着くんですよね。そうですよ。ナイスネイチャー。ナイスネイチャー出ましたね。最後は自然にたどり着くんですよ。ミツバチが絶滅してから5年後、人間は滅びます。これは間違いないです。言われてますよね。それはなぜ言われてるかっていうのは、多様性が必要なんですよ。いろんな生物が生きていることによって僕たちは生かされている。一つの生物がいなくなった。大したことねと思ってる人がいるかもしれないが、その輪廻に関わるいろんな生物がどんどんなくなっていくと、5年の月日で人間は死滅するんです。とすると、人間はいつでも多様性を求めなきゃいけないのに、今は一人勝ち。こんな時代が来た時にネイチャージモンの登場なわけですよ。直木マンが登場したわけですよ。で、直木マンさんが知り合いがいてね、それでジモンさんとちょっとお話飯でも行こうかななんてことになって、そうですね。2ヶ月前ぐらいですかね。そうです。それで聞いた時に、あっつって若いのにネイチャーが分かってんだなと思って。いや、僕もちょっとびっくりしました。面白くてお話がこんな本当新米のただ全然人生経験も半分ぐらいの。いや、すいません。YouTube では大先輩もう YouTube の再生数だったらもう手袋脱いでもいい。いや本当に。いや本当にお世話になってあれだけど、これは対案できたらいいなと思ったんです。僕もでも言ってることがすごい僕も考えてることと似たり寄ったりじゃないですけど、いや僕は番組見させてもらったけど、かなりもう僕は直木マンです。俺今回キャップとメガネもまさかの一緒っていうね。ちょっと僕は目がちょっとアレルギー出てるもんでかけてますけど、帽子もいつもこれは何かが当たった時にちょっとでもクッションがあるというちょっと危険性がってことで被ってんだけど、これはでも遠くから発見するためになんかオレンジなんですよ。これなんかオレンジ読みましたよ。裏側もオレンジになってるのは遠くから発見するためのものなんですよ。オレンジが色の波長で一番長いから遠くまで届くんですよね。だからトンネルの中はオレンジ色だったりする。今日嬉しいんだけど、ただのお笑い芸人が直木マンションなんだよって冷めてる人もいると思うんですよ。いやわからない。今までのその都市伝説のいろんな方がいるけど、僕はもうちょっといろんなこと研究してる自信があるので。いやすごいですよ。預言者っていうことで言わせてもらったら、ほとんどの預言者は僕から見たらちょっと怪しいです。なぜかと言ったら人の不幸やすごい災害が起きることだけの予測をしてわーっと騒いで再生回数を稼いでる人たち、その人たちの意見で否定していいですよ。じゃあ近日の幸せを予言しなさいとその人たちに言いたいんです。近日の幸せ、こういう幸せがある、この時気をつけてだったらいいです。でも何年か後にこんなことが起きる、大変なことになるよっていう予想だけで騒いでる人たちの意見は聞かなくていいです。僕が知ってる預言者は近日からやってます。いるんですか？いっぱいいます。起業家ほとんどがその達人と言ってもいいです。お金を儲けした方、イーロン・マスクさんとは言わないけど、話した時もうわネイチャーだなと思うもんね。ネイチャーなんですか？物事の考えが地球単位なんですよ。やっぱり個人の利益で見てない。水は欲しいと思っ
って寄せたら出ていってしまいます。確かに。いらないよ僕はって言ったら脇から入ってきます。はあ。と同じようにその心理が分かっている人たちが結構いるので、そういう人たちの言葉というのは預言者です。預言者なんですね。言葉を聞いた方がいいのに、なぜみんなは面白おかしい方に行く。それはもう俺の話を聞いてくれると一緒だよ。面白い話ってやっぱりギャッていくけど、すごく大変なこと言ってらっしゃるじゃないですか。来年の7月にこんなことが起きる、こんなことがこうなるって言ってしまう。日本の3分の1がどうこう、岡山がどうこう、いろんなことありますよ。勉強して詳しい、めちゃくちゃ。もっとだけどそういうこととは別に、じゃあ岡山不動産屋さんがいて誘導してたらどうするのと。確かにね。 AI というものが作って言葉を発したら何とでもなるわけですよ。なっちゃいますね。できちゃうってことは何なのって言ったら、俺はそういうことじゃなく事実を自分で感じたり見たりしたことだけを発していこうと。ネイチャージモン漫画書いてます。今から十何年前に終わってます。第3巻にですね、生き残りサバイバルみたいなこと喋ってると思うんですけど、マスクしてるネイチャージモンがやってくるんですよ。今にこの人類は健康な方がマスクをして電車に乗るときが来るってもう断言してますから。預言者じゃないですか。僕預言者ですけど、預言者っていうか十何年前にもうすでにこのパンデミックはもう予測してました。だから僕準備してます。マスクの中にマスクしてたりほんまや。うがいややってるじゃないですか。やってます。これはその前の SARS やその前のインフルエンザの流行の時に確実に来るなってもう自然なことです。分かってたんですか。分かってたから、もうそれはそれで準備していきましょうっつって。すごい。だから皆さんさ、眉唾のクソ芸人だと思ってるかもしれないけど一応僕自然の中にずっと生きてきて、自分で感じてきて、右の道に行く左の道に行く、どうするって時に周りをさっと感じる呪文がいるんですよ。だから皆さん毎日一応出た時に雲を見ますかって話なんです。見ないですね、なかなか。雲を見て雲の変化、毎日見てない人間に変化は分からない。分かんないですね。で雨降る前に僕は全部当てられます。分かるんですね。葉っぱ1個気圧が変わることでピュッて下がるんですけど、山だとですよ、はい、数万枚の葉がバーって一気にね、雨だってもう俺に言ってくるんですよ。雨降るな、ポツンっていう状態になる。そういうアンテナを、自然にあるものをみんなは都会に置いて便利を選び捨てていった。僕はそういうのをずっと昔から感じていたから、道路歩いてる時に変な歩き方します。僕どうやって歩くんですか。木の根っこは踏みません。道路歩いてる時にですか。はい、アスファルトの下に街路樹の木が感じるんですか。感じます。だから、その根っこを避けながらなるべく道路を避けていきます。これで何が起きるか分かります？何ですか。僕のとこだけ雨が降んなくなります。ディズニーの世界だけど、葉っぱがこう寄ってくれるじゃないですか、雨が降りにくくなる。僕のところ雨濡れない。そんな現象も起きるんですか。なぜか分かります。根っこを避けてることは根っこの位置が分かってるから、普段と歩いてるとこが葉っぱがある位置を歩いてる。なるほどね。だから理論では葉っぱがあるとこ歩いてるから濡れにくくなってるけども、それは普段から大事な木に気を使ってるから、そういうことをしてることが自然に自分に返ってくる。だから俺山でね、山ごもりしてる時に、で山ごもり1年に何回かやりました。昔行った時は土砂崩れドワーって言った時、僕だけ木の根っこがブワーって絡んでくると助かるんですよ。あれっつって、俺がこれで落ちなかったって、危なかったら大丈夫だったって。なぜか分かります？それ根っこを感じてるから。根っこの近いところを感じてるから、根っこが自然と絡むところに俺はいたんですよ。自分の中でそういう意識を持ってる人間にはチャンスや手を差し伸べてくれることもある。ただ非常なことも自然はするっていうのを知ってる。そうですよね、はい、もう人間の実地を超えたところ、もう何がどうこうじゃなくて、アングルと口開けでしかできないこと、そういう風になってしまうってことを信じていることで長く生きてきたから、ネイチャー呪文なんです。俺なんでネイチャー呪文なのに芸能界にいたんですか。俺よく言われるんですよ。いろんな人に本当のことは丁寧にって言われるんですよ。本当のことって怖いことなんです。人間にとってドキッとするようなことなんです、これを一番大切なことなんだから、丁寧にもしくは面白く。なるほどね。じゃあ昔のお化け話、妖怪話、あれは人間がやっちゃいけないことを教えるために妖怪とものを使っていった伝説なんですよ。みんながちゃんとしたことをするためには、そういうオブラート的な絵日記とは言わないけど、エンターテインメントっちゃエンターテインメント、そういうものがないとダメだってことで、僕はもしかしたらお笑い芸人として世の中にいるのも、いろんなことを自然現象の変なそんなことをやりながらちゃんとしたことを伝えたいなっていう役割なのかなってちょっと思ってきた。ここのタイミングで、ここで一個怖い話しなきゃね、この番組だから、去年8月の真ん中ほどで一番虫が多い時に、甲虫って言ってカナブンやクワガタとかゼロでした。いないんすか。いないです。何万匹も来なきゃいけないとこです。去年だけですか。去年ゼロでした。ゼロなとこは何箇所かありました。異常な気温の高さや、高かったですよね。高かったり急に雨が降ってしまったり蚊が少ないとかいうこともそうだけど、すごく自然のことが変化が起きている時だから、いろんなことが変化がして当たり前という
これなんでそういった自然になっちゃったの？これもうずーっとです。亜鳥なんですよ。だってね、40年間ぐらい、はいもっとか、うん自然を見学するの60年ぐらいですかね。はい生まれた時から。はい、ずーっとやって見てきてるわけだから、そういう時期があったり、晴れもあったら雨もあるし、夜があって朝があるわけだから、裏と表、俺、うざチャンネルって裏表やってるけど、はい表は裏だし、裏は表だし、そういうことを感じてくると、こういうことが異常なんじゃなくて、異常な時期にあるんだってことを感じることが大切。はあ。じゃあ別にこんな自然のサイクルであって。自然のサイクルです。それが大切なの。今日はこの後、うざチャンネルではね、一緒に飯食うけど、そうですね。魚の話しましょうよ。おお、ちょっと魚のディープな話ですよね。寿司屋や魚は、これからの地球の天変地異が一番わかりやすい。そんな話もちょっと含めて。これいいんですか？それはうざチャンネルでやりましょうよ。結構危ない話ですよね。そっちはそっちの話です。だからやりましょうよ。いや、俺は思うけど、自分でこのネイチャージボンって言ってる直木部さんの番組出たんだら何を伝えようかなって、んいつも思っちゃうんだけど、はいまず直木部さんが素敵ですよ。いえ嬉しい。ストーリーテラーだから。おお、みんなよく言ってくれます。力の強い人間と出会って、はいその人の情報の中で自分を分析して、はい自分の知識を高めてる。これ、どっかで先頭に立って整理できることになるから、あ、そうなんですね。代名詞って大切な。だから言霊って言って、言ってることすごく大切だから。大切ですよね。これからその時代が来るから。いお、それもなんか。や、もう間違いないです。それはなんで分かったんですか？昔から子供から思ってたから。それは子供からです、僕。子供からなんだ。はい。俺だって、面白い話で言うんだったら、はい小学校の時電車乗ってお坊さんに説教したことあります。そのお坊さんゴーンと座ってギャーって座ってるから、みんなが一生懸命こうやってちゃんと座ってんのになぜそんな股を開いていらっしゃるんですかって言ってお坊さんがなんだこの坊主みたいな感じで言ってたけど、あ、この人は分かってないんだなと思いながら、昔は切符を切ってたんだけど、はいって切った時に、ダメですって言って、もっと丁寧に切ってくださいって。言ったんですか？はい、行きました。気持ちのある、ここの電車の感じがいいなと思われる瞬間なのに、なんでそれを、っていう切り方するんですかって言ったことあるんですよ。おいくつぐらいの時です小学生？それは幼稚園でした。なんか読んでたら、異常に自立してて、精神的に。そうなんですジモンさんが、そう。鉄棒で足でぶら下げたって話は本当なんです。生まれた時僕全身毛が生えてたんですけど、そうですよね。1週間で亡くなったけど、一週間で亡くなった手のひら以外は、生まれた瞬間に助産婦、うわーって言ったらしいです。お猿さんが生まれたかと思われたくて。ネイチャーすぎませんその時うから。わーってなったけど、その後スタタタって出てたから、あ、よかったわねーっつって、異常じゃなかったって思われたっていう。でも足でぶら下がったんですよね。押されたじゃないですか。小学校ね、3年生ぐらいまで足でポニョっとこう鉄棒に足で持てたんです。今でも拳は作れるから、感覚的には歩くというよりはこう触ってる感じです。器用すぎるんですよね。手と同じ感覚で足がある人はあんまりいないんだけど、僕それなんですよ。だからちょっと変わってるなと思ったけど、うんこれ自分の本で書いてるけど、その人類の変化していく中で、人間の3つ前ぐらいが俺です。ちょっとこう分かるかな。今、猿の惑星ってシーザーってやってますやってます。あれぐらいです。あれぐらいですか？そう、俺あれぐらいなんだよね。いえ。感じが。山に行ったら落ち着くし、でもそういう人結構いるじゃないですか。山に行かないと、なんか、いる都会ではしんどいから、はい緑がないと生活できない。ちょっと僕その傾向ある。ありますよね。落ち着くというか、自分の帰るべき場所だっていうのか、山の話で行くんだったら、山の生物は大きいって話をして、土の子土の子見たんですかもしかして。私は土の子を蹴飛ばしました。はっきり言います。断言する。僕は人の話はしません。私の話です。ずーっと山ごもりを繰り返してた30年ぐらい前。ちょっと山をずーっと徘徊して、朝が明けるか明けなきゃぐらいまで歩いてる時に、やっと山道出たな、ふって見たら、道路の真ん中にこういう大きいこのぐらいのラグビーボールぐらいののがいまして、うわーって固まったんだけど、冷静になってみたら、どう見てもそれは土の子にしか見えないじゃない。蛇じゃないんですか？蛇じゃない。光が帯びてるもん。ちょっとピカピカピカって光ってね、それで俺は、って思いながらも、クワーッつったら蹴ったんです、ボーン。なんで蹴ったんですか？もうそういう生物がいること自体が許せない。もうそんなもう恐怖の中で、バーンって蹴ったら、その土の子はベロン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 って今でも覚えてる。重いんですか？ベロン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 って、ボトーンと横に落ちてった。道の横に。はぁーと思ったけど、よく考えたら巨大なナメクジかもしれない。皆さんが想像するレベル、ナメクジこのぐらいでしょ？僕でも一ついいですか？はい僕アメリカ住んだんですよ。生まれも育ちもアメリカなんですけど、はい僕の近所にいたナメクジこれぐらいでした。ほら、いるでしょ？いました。本当にこれでした。これだったね。で、俺はラグビーボール台だから。もうちょい嘘じゃないよもうちょい一回りで大きいですね。もう一回りじゃない。三ラグビーボールだからこのぐらいありましたよ。このぐらやいば。人が語り継いでいくときに山で見た生物を土の子だっていうのはこういうことなんだなっていうのを俺は思ったわけ。山の中に行くとそういうこといくらでもあることあるんですね。あと今でも説明できない話でちゃんと言うのはプレデターじゃないかなっていうのもありますけどプレデター。オオクワガタっていうのは下からじゃ見つけられない、はいだから僕ら木の上に登ってることが多くて、登るん見ててあってみたら葉っぱがこう積もってるじゃないですか、はいヒュッこれ本当ですか？本当です。へこんでいくんだから。
って思った時もう地面がへこんでいくのを見ました俺。これプレデターだって。だからプレデターという説明はできない。でも確かに何か生物が来て目の前を体重のあるものが踏んでいくのは感じたことあるから。はあ。これはもう俺嘘も言う必要ないし。それジョモンさんの解釈的には何なんですか？これは分からない。わからない。わからない。でもこんなこといっぱいありますよ。普通に山に行ってる間に、おい何やってんだよって、ここ耳元で声がバッ、同じも人がいないかありますよ。山では普通のことです。風に乗って声が乗ってくるんです。あ、遠くに。何キロも先の声が、オラーとか言ったりするのが乗ってきて、ここにクッと入る。読んでたら、山と完全同化したら、10キロ先の人の声も聞こえる。聞こえます。聞こえるんですか？聞こえます。聞こえるっていうか飛んできます。これは都会にいたらわからないかもしれないけど、風に音は乗るんですね。乗るんだ。乗るんです。普通のことなんだ、これ。普通のことなんだ。だから、俺は山に入る時間が長くなればなるほど、東京でやった、あの時あの人に対する言葉遣いきつかったなとか、帰ってくるんですよ。何年間でこうやったことに対しての帰ってきたことがあって、反省の塊になる。自己反省。禅の世界に入ってくるんですよ。ずーっと山では自分の体と自分の汗と、それだけの精神になるから、物事が全部こうなんか単純化してって、都会のもの全部落としてって、そういう哲学的なことになっていくことを毎年繰り返していると、確かに自然のことがちょっと分かるようになる。すごいな。ちょっと瞑想状態っていうか。ただ、それは都会でうまく使えるようになると、非常に選択肢として大切です。どう利用できるんですか？この方と一緒にずっといたいっていうのとか、人間関係も自然の目で見れば分かるんです。右の道、左の道どっち行くっていう。その感覚を山ではそれしかないので。生き残る方法は自分の知識が無駄になる、感じるっていうのは大切だよって。でやっぱ仕事でダチョウ倶楽部で彼らとやっていこう、40年やってりゅうちゃんいなくなったけど、そういうこととかこの人とどうこうとか長くやれるのはもしかしたらその感覚なんです。無意識に選択して、ネイチャー自分から学ぶこともあるんだろうけど、聞いてくれる人がいればいくらでも喋るよね。だから直木マンが初ですよ。本当にここまで正直にストレートに伝えたこと今まであまりないっておっしゃってました。ないです。変人かもしれないじゃん。でもこれが分かってくれる人だから喋るよ。直木マンは学習力高いので、あらゆるジャンルのそういう人たちと話をしてるから、分かってくれるだろうなと思うとこで僕は喋ってるよ。いやでもこれ時代だと思うんですけど、多分今これを世に出したら、分かってくれる人の方が多いと思うんですよ。嬉しいことだな。本当に時代がだから逆に自分さんに追いついた。それ地球が追いついたって俺はよく言ってるんですよ。だからある意味それを世に伝えるっていう使命だったのかもしれない。使命だったかもしれない。それを楽しんでる。ちょうど対談前にちょっと姉と話してて、お姉さん、はい、で姉がふとした疑問で、それこそ屠殺とか動物たちを殺したりするじゃないですか、ああいうのって呪文さんは実際目の当たりしたり体験したり。これはきちんと毎回僕行きます。はあ。行く意味は命をありがとう、命を継ぐっていうことをちゃんと分かって、それをまた摂取することで生きてたものが報われる長い輪廻があって、一台の命じゃないんです。ずーっと続いてきた命をもらうから自分の命を告げるんです。一つ命もらったんだからなんかしなきゃ。善行。そうか。人を救っていく。一つの命を救う。虫でもいいよ。何でもいいよ。カメムシ来ちゃったら今年多いから。いや、多いですよ。そしたらこれ外出すって言って。カメムシが多い時が来たらカメムシが全然いない時も来ますから。あれもやっぱ今、あれですか、自然現象で。自然の中で統治されて増えるとやっぱり減るということになるんですよ。これは危険なことで人間増えましたよね。増えました。今80億人。ってことは。これも自然になんか誰かがツイッチとか押すんじゃなくて、自然淘汰としてだんだんそういう環境になっていくよってことは。なので、コロナだかパンデミック登場したじゃないですか。あれも意図的とか自然とかいろいろ言われてますけど、どちらにせよ地球の答えです。自然の、ってことですよ。サイクルで生まれたってことです。それを作らなきゃいけない人間が生まれたりするかもしれないし。そうですよね。そういうことです。自然にそれはそういうことを考える人間たちが増える環境になったっていうことですから。だから僕、たけていくと、前の大きな地震あったじゃないですか。東日本大震災。大震災の時に、1週間前ぐらいに、はって気づいたら、トマトホール缶を30個買ってた。日頃からやってるわけじゃなく。トマトホール缶を30個買ってて、ガンって玄関置いて、あれ俺何買ってんのこれ。自分でもわかんないけど。微振動を感じてたんじゃないかな。だから僕は最後の方だから言うけど、何かが起きるっていうことをたくさん言う人がいっぱいいます。YouTube でもたくさん上がってます。言うと、ぐわーっと増えていくと、本当になります。それはなんでなんですか？言霊です。出たよ、言霊。どんどん事実。人間は思考とともに物を作れる。全部現実化しちゃうってことですよね。言ってること現実化。僕芸能人になるっていうのは幼稚園前ぐらいにサイン書いてたんです。自分の中で。早っ。なんで俺サイン書いてんのかなっつって。はいって思ってて。そのことやったんですか？気づいたら俺サイン書いてる立場になってたもんね。言ってることになっちゃうんですよ、やっぱり。その不思議な体験をしてるわけじゃないですか。してます。それはネイチャー呪文的に言うと何なんですか？答えはもう分かんない。
わかんない。本コアで1回だけ喋ったことあるかな。あるんですか？お盆の夏にね、北大塚に住んでいたんですよ。はマンションに。それに年子のお兄ちゃん、1歳年上のお兄ちゃんが、お盆の時だけ実家のあれしてからこう、うちに来て、夜遅いから泊まってってっつって。俺深夜の2時ぐらい帰ってくるからっつって。で、仕事終わって帰ってきて、もう寝てんだろうなと思ったら寝てなかったから、あ、兄貴起きてんだっつったら、ちょっといいかって言うから、何ちょっといいかって何って。俺ちょっとこう、眠たくなって、うとってしたら、ほっぺた触られたと。ふっと触られたけど。嫌な感じじゃないけど、ふっと触られて、起こしてごめんみたいな感じのニュアンスで、なったけど、お前そういうことここであるって言ったら、一度もないと。俺ここにずっと10年ぐらい住んでたけど、そんなこと一度もないよって言ったら、あ、そうか、不思議だったな、でもな、つって。すごく暖かかったんだ、つって。じゃあもしかしたらあれだね、お盆で実家のあれから来たから、自分の祖先のなんかが霊というか、そのあれで、兄貴もそういうのあったかもしれないし、そうだったかもしれないねって、寝て、次の日、マンション降りて、下のこの産業通りっていう細い道があるのよ。昔、色町だったかな？ススーって言ったら、目の前の端っこに着物着た女の人が歩いてくる。太陽がバーンと照ってる夏の日差しの強い中で、着物着た人がスーッと歩いてきて、なんかあれだねって、幽霊って、あんな感じなんだろうね。二人で見てるんですか？二人で見てるの？兄貴と。兄貴で昨日のあれもああいうのが、そういうやつかなって、すれ違いざまに、なんで分かったって言われた。でもいたらいなかったですよ。もうすでにその人は。これ実体験ですか？実体験です、これは。その言葉が女の声だったか男の声だったか分かんない。よく分かんない声で。分かんないです。で、わって言うと、あれどこ行ったあの人と思ったけど、これを自分のトークとしてみたらお化け話になるけど、何にも怖くないからお化け話じゃないかもしれないよ。怖くなかったからね。なんだかんだ人間が一番怖いっていうね。人間です。もう山の中でプレデターみたいに見た時に、昆虫取るために昆虫が気づかなかったところで取るんですよ。そういうことずっとやった時に、その上に人がいたことがあるんですよ。分かんない間にいらっしゃいっつって上にずっと待ってたの。それが一番怖かったの。俺心臓がもう破裂するかと思ったの。なんでそれ分かんなかったんですか？俺ずーっと俺らも静かにしてるからさ、こうやってじーっとこうやって。その人も静かにしてんのか？してたんですよ。で俺らの前に来てたんだろうね。うわーってメガネかけたトンボメガネかけた黒い洋服のクワガタ取りの名人のおっさんだったのこれ。うわもう心臓破裂するかと思った俺。山で見ても怖いのは人間です。うわ怖っ。大丈夫この番組これで。いや全然本当この番組見てる人が飽きられたら嫌だなと思って。いやこれマジでおもろくない？これ神回ですよ。本当深い話したいんだけどな。いや深くないですか？深い話なんだけど、みんなはもう一度自然をもう一回、あとゆっくりっていうことも覚えてほしい。社会はゆっくりじゃないじゃないですかね。社会の順序を地球の順序に戻す。でもそれはジモンさん的な観点で言うと、おそらく地球はそうしてくるってことですよね。そうです。戻します。さっき言った80億人伸びてバーってなっちゃってて、今年は梅雨が遅くなるとかそういうことも含めてね。なぜ梅雨が遅いの？もうどっと早く来そうなもんだったけど来ないでしょ。人間の思った風になってないでしょ。普通に空気吸えてるってことが、これお金払ってないけどお金払う時来るかもしれないよ。だってお水は払ってますからね。確かにね。インフラ的な水電気、確かに空気圏もあるよね。汚染されてその空気を買う。人間はそこまで言わないけど分かりにくいからでしょ。その空気何からもらってるか、植物か植物だよね。光合成とかあるでしょ。地球に君臨したんじゃない、生きさせてもらってるただの生物だということ。一つの生物がいなくなったら俺たちは次危ないんだってことを絶対に言っていかなきゃいけないんだよね。なんか YouTube 見てたら、昔の動画なんですけど、番組でアガスティアの葉ってやったの覚えてます？あ、知ってます。やりましたよね。やった俺。あれどうでした？全部書いてあった。本当に書いてあるんですか？俺が結婚する人の名前とか、将来的にどうっていつどこまで書いてあった。当たってるんですか？当たってないです。当たってないですか？もうすでに俺の人生とは違ってた。だから人生はそれは統計的に言われてるものだけど、それにも当てはまらないあれはあるんじゃない？結局ね。そのぐらい人間がもう情報量凌駕しちゃってんじゃないですか。もう情報社会になっちゃってもう変わっちゃったかもしれない。自分を当てはめるための座標としてのアガスティアの葉なんですよ。それに自分を持っていけば素晴らしい人生だったってことになるので。なるほど。だから迷い子には最高です。ただ僕はネイチャーですから、全部自分の生き方で生きたいと思ってる人間だから、いいですね。ルールは地球のルールだってことなので。地球ルール。はい、そういうことですね、僕は。あとなんか、これちょっとめっちゃアホなこと聞いていいですか？どうぞ。いつも備えてるから、どこでもうんこができるって。それは本当です。本当ですか？いや、僕も言わせてもらうと、メンタルが弱いところがあって、うんこ我慢できない時あるんですよ。ありますよね。ありますよね。ありますよ。でパニックになりそうになるんですよ。はい。外とか電車に乗ってたら。ありますよ。僕トイレミシュランってつけましたからね。なんすかそれ？都内のどこのトイレが一番綺麗とか。それ全部サバイバル術で。時間っていうのは人間にとって一番大切な財産だから。
みんな平等なのは時間ですよね。時間ですよ。時間っていうのを限られてるってことがあるからいいんだけど、徹夜がかっこいいって時もあるし、そういう人もねなんかあるかもしれないですよ。でもそうやって徹夜とかなんか繰り返したり、こうやってる人たちは、後半絶対70代ぐらいに、僕がステーキ2キロパラーッと食べれる状態でいる時に、病院でこうやって、ヒュッヒュッってやってなきゃいけない。後々ね、やってくるってことですよね。来ます。それを来るか来ないかも、まあある程度自分で体を聞いといた方がいいんじゃないのって。確かに、それいいこと聞いた。結局みんなから来る一番質問っていうか悩みが、何すればいいか分かんない。やりたいことが分かんないんですよ。はぁ今素敵に生きることしかないです。今素敵に生きること。全力を使ってこの一瞬を生きるしかないんです。言ってきますよ。何をやるってことじゃない。この今いいことをやってることの積み重ねが未来になる。今日やれることのベストを尽くしていやーって頑張ったことがあるのが未来になるし、積み重なったのを振り返ってみると過去だから。うわー、要はだからいつかの未来のためじゃなくて、未来の目的のために今ベストを尽くせ。今のベストに気づけない人間は未来はない。大した未来はない。今直木マンと喋ってる時に自分が思ってることを全部喋れたか、ちゃんとこうできたか、伝わったか、それがベストができたら自分がやりたいと思うことにちょっと一歩近づいたことになる。なるほどね。それを年取ってるからそれは思うけどな。いつも思うな。間違いない。使えるかこれ大丈夫？いやめっちゃ使えますよ。全部流したいぐらいですよね。いや俺この目が花粉症みたいになって大丈夫ですか？心配なんですよ。なんで東京だけなるの？なんで東京だけなるのこれ？敏感になっちゃったんですよ。黄砂のおかげで。黄砂アレルギーになったのね。京都行った時はなかったんですか？なくなりました。こっちとまた出たでしょ。東京になんかあるんじゃないかな。でも、めっちゃ咳出してる人が今めっちゃ多いんですよ。なんかあるよね。そう。何か出てるかもしれない。それを感じる。ネイチャージモンが感じたってことはそういうことですよね。アレルギーだから、アレルギン物質が出てるんでしょ？花粉じゃないと思うんです。もう終わってますから。怖い。まあ、これは俺が体験してますからね。そうですよね。まあでもオカルトとかなしにして、地球が危ないのはもう事実で、災害とか加速化してるのも事実ですよ。だから俺は今回の番組出たことでちょっとでもそれを止める。みんなが止めると思えば止めれる。みんなで幸せに1分でも楽しむようにしようよ。いいっすね。それがないとダメです。言霊ですから。まだまだいけるよ。いけますね。いける。直木マンはいける。みんなで愛を持って生活しようよ。人のことを思いましょうよって。いや最高です。日本単体で見てはい。何かあります？日本社会の課題感。なんか重いこと聞くね。日本社会の課題感だって政治家に聞いてよ。だから日本はもしかしたら唯一自然から答えようとかそういうことができる職人さんや。それは感じるんですか？ジモンさん。昔からそう思う。だって輪島塗の上の方の地震でこんがったその職人さんのこうやってガーって1ヶ月間かけてぐらいで1個出来上がるものを作ってる人の作品とお金儲けが1個売れて2万とか3万だとすぐポンと金儲け。こういうことに価値観が今なさすぎじゃん。時間と魂を込めているものの素晴らしさ。でもそんなことなんか無駄だ、こっちがいいって言う人が増えてるのが寂しい。本当は日本はねそういったある意味オタク的なね、下手したら銅像掘ってて、あーできたって死ぬ魂突っ込んだ日本と打つ。そのぐらいのことができたものづくりの人たちの評価とかも上げてほしいし、これから日本はそういうものづくり日本の部分でもそういうところの価値観が上がっていくべきだなといつも思う。本当に素敵なものを感じる、愛を感じられる人種なんですよ。横に一番端っこに大陸の横にいるんだね。ちょっとネイチャー的って言うけど、なんか面白いもんあんのかなと思って出てきて、出てきたやつがお前もかお前もかお前もか日本人ですから確かにね。大陸の奥の方にいて俺はここにいようではなくて最果てのね、最果てのおーってそこに集まった人たちだから、アイデア考え方や地球のルールまでも凌駕するビバ日本人ですから。せっかく日本の国に生まれた俺は少しでもそういう遺伝子を持って喋っていきたいですね。ジモンさんなんか本とか宣伝したい何かとかあります？いやだ。俺来年だから40周年やりたいなと思ったけど、ダチョウ倶楽部40周年なんかやりたいと思ったけど、なんか直木もやるんでしょ？やる予定なんですけど、ぜひジモンさんに出てほしい。状況によって考えようよ。それ太田プロも言わなきゃいけないから。マジですか？全然ちょっとでも幸せな時間をあれしようと思ってね。みんなにもね届けたいし、スピリチュアルなことや都市伝説は素晴らしいよって。素晴らしいものを変なものにしたくないですね。詐欺師まがいとは違う。だから今ロマンじゃなくて恐怖が先立っちゃってます。それ違うんだって。元はロマンですもんね。ロマンです。それがあるからこそのなるほどっていうトレンジャーハンターじゃないけど、あったアークはあったぞみたいなもんだからね。そうですよね。本来はそれを繰り返す人間の本能だから大切だと思う。そうね。いやーありがとうございますジモンさん。今日はこちらこそです。本当にまたよろしくお願いします。機会があったらまたどっかで。この後ジモンさんのねうざチャンネルで YouTube にもね出演されるので、初の直木マンの食レポが見れます。
食レポ確かにね。食べてなんか感想欲しいって言うだけでもいいんだけど、はいください。ちょっといろいろお話もそちらでも、ね。何人かゲストね、4人でやろうってことになったから。そうですね。はい、楽しそうなんで。よこれは盛り上がりそうですね。ろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ありがとうございました。でした。